望月さんちの家計簿、実は嘘を言ってるのではというコメントを時々いただきます。4人家族で食費平均7万5千円は少なすぎる。望月さんの小遣いが見当たらない。都合よく配当金が入ってくる。都合のいい数字で入れ替えてるんじゃない？結論、一切隠していません。すべて事実です。なぜそんな数字になるのか。我が家の明確なルールと5つの謎を具体的な数字で明かします。まずは4人家族で食品日用品が月7万5千円は少なすぎるという謎です。望月家の食品日用品には食費食材だけではなく洗剤、トイレットペーパー、台所用品など家庭で使う日用品もすべて含めています。妻が買った分もレシートをすべて集めて計算しています。これだけで収まる理由は我が家の4人家族の内訳にあります。同居しているのは私たち夫婦と成人して働く会社員の子供2人です。子供の食費が家計から出ているのは子供たちの朝食と家で食べた日の夕食、家族で外出した時の外食代です。仕事中のランチや夜の飲み会などは当然本人たちが負担しています。3食すべてを家計から出しているのではありません。食費の他でも洋服や趣味などの個人的な買い物はそれぞれ本人負担です。だから4人分の生活費をすべて家計から出している家庭とは違います。先日のサッカー観戦時、子どもたちにお昼はマックにしようと言われてアプリで注文したときはここぞとばかりに高額なバーガーやサイドメニューを次々注文されました。自宅で食べる分は親の財布から出るとよくわかってるわけです。このように同じ4人家族でも子どもの年齢や生活スタイルで食費の中身はガラッと変わります。では次の謎です。多くの老後家計簿動画では家電や旅行を特別支出として別枠にしています。その方が通常の生活費が見やすくなるからでしょう。しかし望月家では冷蔵庫もエアコンも自動車税や固定資産税もすべてその月の支出に計上します。当然その月は大赤字になります。なぜ別枠にしないのか。それはどこに分類しようがお金を使った事実に変わりはないからです。私が知りたいのは実際にいくら入っていくら出ていったかという現実です。家計簿をきれいに見せることよりお金のリアルな動きを残す、これが我が家のルールです。
次は望月さんの小遣いはいくらなのかという謎です。結論、我が家には小遣いという概念自体が存在しません。企業年金、配当金、YouTube の収入など、私に入るお金はすべて家計全体の収入にしています。そこから私個人の買い物や外食代も出しています。家計の状況を見ながらその都度支払って、そのまま家計簿に記録します。当然、高額なものは妻と相談しています。ちなみに趣味のカメラやギターを買うお金は、古い機材をメルカリで売った代金を当てています。何でも生活費から出しているわけではありません。続いて、妻のパート収入から買ったものを家計簿に入れていないのではないかという謎です。食品や日用品を妻が買った場合も、そのレシートすべてを家計簿に入れています。妻がほとんどの買い物をしてくれています。そして妻のパート収入そのものは家計収入には入れていません。基本的な生活費はすべて私の収入から出しています。妻のパート収入は妻自身の国民年金保険料と趣味、推し活などに自由に使ってもらっています。生活費への負担は求めず、その収入と個人的な支出は家計簿の外。夫婦でそう決めています。将来、妻の年金受給が始まったら、改めて家計への協力を相談する予定です。最後は支出が多い月になぜか都合よく配当金が入ってくる謎です。私が現役時代から買ってきた株式は会社ごとに配当の支払い時期が決まっています。3月を本決算、9月を中間決算とする会社では、配当金の支払いの多くは6月と12月です。6月は自動車税や固定資産税、12月は何かと物入りな年末。そんな支出が増える時期に一致しているんです。また12月を本決算、6月が中間決算の会社は、配当金の支払いは3月と9月。我が家では9月に自動車保険の更新があり、2月には1年おきに車検があります。確定申告の還付金も2月、配当金が3月9月に入るので、結果として助かってます。家計簿に都合よく配当金を入れているのではなく、会社ごとに払われる時期が決まっている。それがたまたま我が家の大きな支出の時期と重なっているだけなんです。ですから、都合よく見えるのは偶然です。チャンネル登録よろしくお願いします。何年か先の老後生活を知りたい、そんな思いで、私や他の方の家計簿動画を
参考にしている人は多いと思います。でも我が家のルールが正解というわけではありません。大事なのは表面上の黒字赤字に惑わされず、自分たちの生活に合ったリアルなお金の動きを把握することです。皆さんは家電や旅行などの特別支出を普段の生活費と分けていますか？それともすべて同じ家計簿に入れていますか？よろしければコメントで教えてください。このチャンネルでは定年退職リタイア後のリアルなお金の話や暮らし、趣味のことなどリタイア生活の様子を発信しています。チャンネル登録やいいね、ハイプをいただけると励みになります。また次の動画でお会いしましょう。